手放した方がいい。変えようとしなくていい。よくそう言われますよね。このチャンネルでもそのようにお伝えしてきました。変えようとしない。ただ感じている。ここに人生が変わるヒントがあります。でも、そう分かっていても何もしないのは不安。そう感じてしまう方も多いのではないでしょうか。実は手放せない理由の一つにとても意外なものがあります。それは体の力みです。体を緊張させていると手放すなんて危険に感じる。一方、体がゆったりとリラックスしていると不安も減り、今のままでいいと思えてくるのです。以前こんなコメントいただきました。何とかしなくていいって言いながら緩めましょうって矛盾してますね。確かにそうです。ただ、ここには一つの前提があります。体が緩むと心も緩む。すると何とかしようという思いも自然と緩んでいくんです。以前、姿勢やポーズと思考や感情はつながっているというお話をしました。今回はさらに、体の力みも思考や感情に影響しているということを神経の視点から見ていきます。体と神経は密接につながっています。以前お伝えした体の姿勢やポーズの他に意外なところで体の力みも影響しています。体に力が入っていると神経は危険・緊張モードと判断します。反対に体が緩んでいると神経は安全安心モードと判断します。つまり体の力みは今ここは安全かという信号を神経に送り続けているのです。そしてその神経の状態によって出てくる思考や感情も変わります。緊張しているときは不安、心配、焦り、怒り、恐れ。安心しているときは静けさ、ひらめき、受容、満足感。つまり神経や感情は自分が作っているというより神経状態に選ばれているのです。そしてこの関係は一方方向ではなくぐるぐると循環しています。体の姿勢やポーズや力み、呼吸や自律神経などの神経、脳の状態、思考や感情。その思考や感情は体や呼吸にフィードバックされています。まるで音が音を呼ぶループのようなものなのです。ではここで本題に戻ります。不安や怒り、悲しみが強いとき、神経は危険モードに入っています。この時体と脳はコントロールしようとします。未来を予測して守ろう、なんとか変えようとします。つまり手放すという選択ができなくなる状態なんです。手放すとはコントロールをやめること、今を受け入れること、流れに任せること。でも神経が緊張しているとそれはとても危険なことに感じられる。まるで嵐の中でオールを手放すような感覚です。だから握りしめてしまうのはとても自然な反応なんです。ここが大切なポイントです。多くの人は思考で手放そうとします。でもそれはとても難しい。だから体からアプローチします。体の力を緩めるのです。ただここで一つ問題があります。実は体の力を緩めること自体が難しい人がとても多いんです。私自身、ヨガやピラティスの指導の中で力を抜くことがわからないという方をたくさん見てきました。ストレスが続くと緩む感覚そのものがわからなくなってしまう。呼吸も同じです。
ゆっくり呼吸しようとしてもうまくできない。では、どうすればいいのか。今回4つの方法をご提案します。1つ目。まずはあえて力を入れて、その後にストンと力を緩める筋弛緩法を使います。これを何度も繰り返していきます。こうすることで緩んだ感覚を神経と脳に思い出させていきます。ちょっとイメージしてみてください。学生の頃の体育の後、短距離走やマラソンの後に受ける授業。なんだか力が入らない。なんかぼーっとして思考もうまく回らない。そんな感覚ありませんでしたか？強く緊張した後に緩むと、その落差によって脱力はぐっと感じやすくなります。そして体が心地よく疲れているとき、思考は自然と静かになっていきます。少し話は広がりますが、マラソンの後、ぼーっとして少しゾーンに入るような感覚、経験したことはありませんか？いわゆるスポーツ選手が入るゾーン。実はこれ、強い緊張の後にリラックスすることで入りやすくなるということもわかっています。運動中、体はフル活動しています。交感神経、いわゆる戦うモードになり、心拍、呼吸、筋肉の緊張も一気に高まります。そして運動が終わると、副交感神経、つまりリラックスモードへと一気に切り替わります。これがいわば神経の反動リラックスです。この時心拍は落ち着き、呼吸は深くなり、筋肉は緩み、意識はふわーっと広がっていきます。ぼーっとする、静かになる、そんな感覚が生まれます。普段私たちの脳は自分についてのイメージや過去や未来のこと、不安やストーリーを絶えず作り続けています。でもこの状態ではそうした働きがスーッと静まります。すると自分について考えることが減り、今ここの感覚が強くなり、時間の流れも和らいでいきます。いわゆる無心やただあるという感覚です。さらに運動後は脳内でも変化が起きています。多幸感や安心感、集中や満足感に関わる物質が分泌され、それらが混ざり合うことで静かで満たされた状態が生まれます。この状態は強く緊張した後に緩むことで入りやすくなります。まるでぎゅーっと握っていた手を離した時のように、自然とふわーっと開くように、この現象です。このように緊張と脱力を繰り返していくことで、体は緩み、思考は静かになり、やがてこのままでいい。そんな感覚が自然と立ち上がってきます。二つ目、力を緩めるために呼吸をゆっくりすると効果的なのですが、呼吸を調整することも難しい。そこでおすすめの方法は、動きをゆっくりにして、それに呼吸を合わせるという方法。これにより、徐々に無理なく呼吸がゆっくりになってきます。呼吸がゆっくりになると神経が安全モードとなり、脱力しやすくなります。三つ目、呼吸をゆっくりにするための有効な方法のもう一つ、ハミングです。吐く息の時に、あーとか、うーとか、と、ゆっくりとわずかに声を出すのです。これによって息をゆっくりと吐けるようになります。四つ目、体を横にする。体を横にすると自然に腹式呼吸になります。日中私たち多くの場合は胸式呼吸になっていますが、腹式呼吸に切り替わると
神経が安全モードになり、脱力しやすくなります。では最後に、これら4つの方法をミックスして体験してみましょう。これを行うと急激にリラックスして眠くなるので、夜寝る前に行うことをお勧めします。マットやベッドの上に体を横にします。お膝を立てて、足は腰幅、拳1個分くらい開けて、つま先はまっすぐ。ここで背骨がマットについている感覚を感じます。腰の後ろがマットから少し離れていると思います。その隙間を潰すように腰をマットに押し当てると骨盤が転がり、尾骨が上がり、お尻の下半分ほどがマットから離れる感覚があると思います。この状態で吐きながらお腹を薄く真空パックのように骨盤底から吸い上げられるようにキューッと引き締まる感覚を感じ、吸う息で骨盤を戻し、次の吐く息で全身の力をストーンと緩めます。動きはこれだけです。これを繰り返していきます。吸って、吐きながら骨盤を転がし、お腹を薄く真空パック。吸ってお尻を戻し、吐いてストーンと緩める。肩、首の力もふわーっと緩まる。これを繰り返していきます。怖くなければ目を閉じて、お腹がキューッと引き締まる感覚と、ふわーっと緩む感覚を交互によく味わいます。わずかな動きをゆっくりと行い、呼吸を合わせていく。次に吐く息でとハミングしてみます。吸ってと吐きながら尾骨を上、お腹キューッと吸ってお尻を戻し、で脱力。吸ってで吐き、キューッと吸ってお尻を戻し少し緩め、で脱力。全身が大地に沈む感覚。これをご自分の呼吸のペースで繰り返していきます。キューッと引き締まる感覚、ふわーっと緩む感覚を交互に感じながら、ゆっくりとした動きにゆっくりと呼吸を合わせる。感覚をよーく味わうことで、緩んだ感覚を脳と神経が取り戻していく。単純な動きに一定のリズムの繰り返し。体の感覚を感じ、どこの筋肉を使っているのか、筋肉のキューッ
となる感覚、ふわーっと緩む感覚、それがポンプのようになり、血液がふわーっと流れる感覚。単純な動きに一定のリズムの繰り返し、意識はぼーっとなり、思考は自然と静かに、もういいかなという感覚が来たら、動きを止めて、手足を伸ばし、全身の力をふわーっと緩めます。足先の力をだらーりと緩め、手のひら天井方向、先ほど使ったお腹の力をふわーっと緩めて、肩、首の力もストーン、奥歯の噛みしめをほどき、眉間も柔らかすべてのコントロールを手放して、安心して大地にすべてを委ねます。母なる大地にストーンと沈んでいく感覚、